皆様こんにちは。ハウス・オブ・ザ・デッドのリメイク版が任天堂スイッチで発売されるらしいですね。そこで本日はセガの代表的なガンシューティングゲームについて取り上げてみようと思います。ハウス・オブ・ザ・デッドのリメイクは海外での発表で、国内向けに発売されるかはまだわからないんだぜ。おまくに使用だけはやめてほしいね。ガンシューティングゲームというジャンルは一昔前まではそれなりに人気があったのですが、最近は家庭用向けではほとんど発売されなくなりましたね。専用機材が必要だったりするからな。Wii の時代は何も買い足さなくてもよかったね。一応、Wii ザッパーが別売りであるけど、なくても問題なく遊べるからな。それより前の時代の Wii 以前は光線銃方式なのでブラウン管テレビじゃないと遊べないですね。今回、動画作成のために押し入れを漁っていたら、PS と SS 両対応の怪しいガンコンが出てきました。両対応のガンコンは何種類も出ていたな。それなりに需要があったってことなんだぜ。ガンコンなくても、最悪標準のコントローラーでも遊べるよね。では、セガのガンシューティングの代表的なタイトルなどを見ていきましょう。初代のハウス・オブ・ザ・デッドは1997年に登場いたしました。本作では、プレイヤーの行動によりルートが変化する分岐システムや、クリア時のスコアによってエンディングが変化するマルチエンディングが特徴になっております。このシステムはシリーズに継承されていくね。他にも、ゾンビに襲われている人を助けることで回復アイテムがもらえるなど、盛り上げ要素があるのも特徴ですね。間違えて撃ってしまうと逆にライフが減るんだぜ。今ご覧いただいている映像はセガサターン版なのですが、メモリーの少なさから頻繁に読み込みをすることや、サターンの 3D 性能の弱さからあまり評判のよろしくない移植になっています。他の機種への移植は Windows 版も出ているけど、空の雲がちゃんと流れるとか、若干マシになってるくらいで、本はサターン版と同じなんだぜ。スイッチ版リメイクに期待だね。初代の稼働の翌年、1998年には2が登場いたしました。前作では、セガのモデル2基板が使われておりましたが、2では、ナオミ基板の第1弾としての稼働でございました。2がまた難しいのよね。敵が硬くなって、弾の当たり判定とか、1よりシビアになっているらしいんだぜ。ロケテストを行った際に、前作の上級プレイヤーが参加していたために難易度が上がったなどの噂もあるようですね。上級プレイヤーに合わせちゃったのね。あくまでも噂レベルの話なんだぜ。現在ご覧いただいている映像は Wii 版のハウス・オブ・ザ・デッド 2&3 リターンなのですが、こちらは累計出荷本数141万本とミリオンセラーを達成しております。Wii リモコンと相性のいいタイトルだもんね。ガンコンいらないのは大きいんだぜ。続きまして、ハウス・オブ・ザ・デッド3でございます。アーケード版の稼働は2002年の12月と前作から約4年後の登場でございますね。この間にセガはいろいろ大変だったからな。本シリーズを開発していたセガの第一 AM 研究開発部は分社化され、本作の3はエンターテイメントの開発となっております。武器がショットガンになったのね。前作での当たり判定の狭さが不評だったからかはわからないけど、リアルに当たり判定の広いショットガンになったんだぜ。ショットガンだとやっぱり真ん中に当てないと威力出ないんだよね。そうだな、現代の FPS ゲームと同じなんだぜ。ゲームセンターでの筐体プレイではショットガンの重量が重いのでリアルに疲労するとの声もあったようです。ガンシューティングは普通に遊んでるだけでも疲れるよね。FPS みたいに一日中はきついかもな。ちなみに本作のアーケード版は Xbox の換気板の千尋が使われていました。ナオミとか千尋とかネーミングセンスがいいね。サターン5換気板の STV よりは親しみやすいんだぜ。本作の次のナンバリングタイトルの4につきましては、今回映像での紹介はございません。4の家庭用版は PS3 だけだっけ？
ああ。今だと PS Now でも遊べるんだぜ。他にも、派生タイトルのタイピングオブザ・デッドなども有名ですね。これはウプ主の周りでちょっとしたブームだったんだぜ。タイピングゲーム自体が一時期小さなブームでしたね。打つべし。打つべし打つべし打つべし。やめんか。こんなところを見たくなかったぜ、西。うどん食ってないわ。続きましては、ハウス・オブ・ザ・デッド・オーバーキルでございます。本作はナンバリングタイトルではなく、セガの海外法人による開発となっております。いかにも洋芸って感じだね。ハウス・オブ・ザ・デッドだと思って遊ぶと、面を食らうかもしれないんだぜ。FPS みたいだね。映像だけ見てると FPS に見えるんだぜ。移動は全て強制なんだけどな。ホーキング博士かな。このゲームが発売された時には、まだご存命でしたな。本人に許可取ったのかな。海外の方が肖像権とか厳しそうだから、取ったんじゃないのか。知らんけど。あと、家庭用では発売されていないタイトルではございますが、2018年にアーケード版で登場いたしました、ハウス・オブ・ザ・デッド・スカーレット・ドーンが最新作になっております。5じゃないのね。新規プレイヤーを獲得するために、ナンバリングをあえて使わなかったらしいんだぜ。最近、その戦略増えてきてるね。続きまして、バーチャコップ、セガの1994年の作品になります。ハウス・オブ・ザ・デッドが、セガの AM1 の開発に対して、バーチャコップは AM2 の開発でございます。AM2 は有名だね。アウトランからバーチャファイターまで、かなりのタイトルを手掛けてるからな。本作はタイトルの通り、警察官で悪の組織と戦う月並みな設定なのですが、ゲームシステムでは、他のガンシューティングとの違いが明確で、敵の攻撃がロックオンサイトで視覚的にわかるようになっております。敵が攻撃するときに、緑、黄色、赤で撃ってくるんだぜ。信号機みたいでわかりやすいね。最初はゆっくりだけど、ステージが進行するにつれて、色の変化も早くなるんだぜ。本作のアーケード版は3まで登場していましたが、家庭用への移植は2までとなっています。2は何か変わったの？女性警官のジャネットが加わったことと、分岐のシステムが導入されたな。あと、ロックオンサイトの角がなくなって丸くなったくらいだぜ。本作には、1と2がセットになったリメイク作品のバーチャコップリバースという作品もございます。リバースは PS2 でグラフィックが綺麗になったんだけど、やり込んだプレイヤーにとっては、細かい箇所がオリジナルとかなり違うらしいんだぜ。何とも比較しなければ、普通に良作だと思うんだぜ。リメイクだから比べちゃダメだよ。これは余談なのですが、ガンシューティングで他には息の長いタイトルがございまして、ナムコのタイムクライシスシリーズでございます。有名タイトルですな。こちらは、シリーズの特徴といたしまして、武器の選択システムがあり、FPS ゲームなどのように、遮蔽物に隠れながら戦うシステムになっています。見た目はまるっきり FPS に見えるぜ。自由移動はできないんだぜ。システム的には、遮蔽物に隠れるイコール、リロードになっております。隠れている間は撃たれないの？この場を脱出するのが先決だ。もちろん撃たれないんだぜ。この先はその代わり、隠れてばかりいるとタイムオーバーになってしまうんだぜ。もう FPS にしか見えないでござる。FPS も自由移動できないシーンが、ずっと続いていくようなもんだな。一応、PS ムーブのセットを持っているのですが、キャプチャー映像ではコントローラーでの操作になっています。追跡不可能だ。その前にトラックを止めるぞ。設置と調整がめんどくさかったんだろ。このライフルでタイヤを狙撃しろ。トラックを止めるんだ。よし、そコントローの調子だ。ラーだと難しいもう一シーンだ発当てろ。ぜ。よし、やったぞ。
本日は大シューティングの代表的なタイトルを紹介させていただきました。この他にも A 級作品から B 級作品まで、かなりのタイトルがあるんだぜ。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。また、次回の動画も見てくださいね。ありがとうなんだぜ。またねー。